こんにちは。りえこです。今回は最近どんどん審査が厳しくなっている帰化申請について重要な7つの要件を詳しく解説していきます。帰化申請の最大のメリットは何といってもビザの手続きが不要になるので、ビザの心配や不安がなくなりますし、毎年入国管理局に行くストレスが解消されることだと思います。その他に日本のパスポートを取得することができますし、仕事の面では就職の幅が広がるので、キャリアの選択肢が増えます。そして安定した収入や住居などを確保できるので、将来の不安もなくなり、家族と安心して暮らせるようになります。ただ、最近の帰化申請はどんどん審査が厳しくなっていますし、準備する書類もたくさんあって、手続きがとても複雑になっています。今日は帰化申請の重要なポイントを7つに分けて分かりやすく解説しますので、疑問や不安を解消して、あなたの未来につながるヒントを見つけてみてください。それでは今日の動画の内容ですが、1つ目に日本にどのぐらい住所があるかどうかを確認する住所要件について解説します。2つ目が成年に達していて、法律行為を行う能力があるかどうかを確認する能力要件について、3つ目が犯罪歴や納付状況などを審査する素行要件について解説します。そして4つ目はあなたと家族の収入や資産状況を確認する生計要件について、5つ目が重国籍防止要件といって今までに持っていた国籍の離脱について解説します。6つ目に危険な反社会的思想や団体に関与していないかどうかを確認する思想要件について、そして7つ目の日本語能力要件では、具体的にどんな試験をするのか詳しく解説しているので、日本語テストの内容が気になる方は、動画の説明欄にタイムスタンプがありますので、そちらからスキップしてみてください。そして動画の最後で申請するときに準備する基本的な必要書類についても解説していますので、チャンネル登録と通知をオンにして、ぜひ最後までチェックしてみてください。帰化申請の1つ目の条件は住所要件です。この住所要件とは、あなたが日本にある一定の期間継続して住んでいるのかどうかということを確認する条件です。あなたが日本に帰化するということは、これから日本の国民として日本に生活の基盤を置くことになります。そのため、申請する時点ですでに日本で安定した暮らしをしている実績があるかどうかが問われます。まず、住所要件の基本的なルールは、引き続き5年以上日本に住所があることです。そして、引き続きとは途切れることなくという意味です。例えば、日本に3年間住んで、一度母国に1年間帰った後、また日本に2年間住んだという場合は、引き続きとはみなされません。旅行や一時的な出張で海外に行くことは問題ありませんが、一度に3ヶ月以上、または1年の合計で100日以上など、長い間日本を離れていると、日本に住んでいないと判断されてしまう可能性があるので、事前に理由書や証明できる資料を準備すると良いでしょう。そして、出入国の日数は出国日と帰国日を含めてカウントされます。例えば、8月11日に出国して、8月15日に帰国した場合は、5日間の出国としてカウントします。証拠書類としては、入国管理局で取得できる出入国記録やパスポートなどを提出しています。ここで少しだけ長期間の出国や帰国、海外出張があった場合にどうすればいいかを解説します。例えば、家族の介護、仕事の出張、病気治療などで長期間の出国があった場合は、出国理由や出国期間を詳しく示せる資料や記録、証明書類を揃えることで出国日数の扱いが有利になる場合があります。また、航空券の控えも補助資料として提出できます。そして仕事の海外赴任の場合は、会社が発行した出張命令書など、赴任の信憑性を示す補強資料の準備がとても重要になります。赴任先の国があなたの母国ではなく第三国の場合は、業務上の赴任であることが信頼されやすいのですが、赴任先が母国で宿泊先が実家などのケースは、非正と判断される可能性があるため注意が必要です。さらに、
海外赴任中も年金や保険料、住民税などを支払った実績が求められますので、赴任中も日本の社会に実質的に溶け込んでいることを示す資料や、赴任先の勤務証明書や給与明細なども準備すると良いでしょう。海外への出国が多くて出国状況が不安な場合は、法務局や専門家に必ず事前に相談してください。仕事で今後も長期出国が続く場合は、帰化申請の時期の見直しも検討する必要があります。これらの対応で長期間の出国があった場合でも、帰化申請を成功させる可能性を高めることができます。あなたの生活の中心となる場所が日本にあることがとても重要です。住所要件の基本ルールの2つ目ですが、引き続き5年以上の5年は何を指しているかというと、あなたが日本で生活している期間の長さです。そしてこの5年間のうち就労できるビザで日本に3年以上滞在していることが望ましく、就労期間が短い人は審査が厳しくなる場合があります。ここで言う就労とは、就労可能なビザで正社員や契約社員として働いた期間を指しますので、資格外活動で働いたアルバイトの期間や留学ビザ、家族滞在ビザで働いた期間は考慮されないことがあります。そして就労期間は実際に正社員などで働いている期間が審査されますので、病気療養や出産などで働いていない期間がある人は注意が必要です。また、就職活動などで無職の期間がある場合、3ヶ月以内であれば通常は審査に影響しませんが、無職の期間が3ヶ月を超えたことがある人は、理由を説明する書類が必要になることもあります。そして基本的なルールの3つ目ですが、引き続き5年以上日本に住所があるの住所とは、住民票がある場所のことを指し、実際にあなたが生活している場所という意味です。住民票の内容と実際の居住状況が一致しているかも審査のポイントとなります。住んでいる場所が変わったり、引っ越しした場合は、忘れずに市役所や区役所に住民票の移動の手続きをしてください。さらに、住所の安定性も評価されます。頻繁に引っ越ししたり、長期間無断で住所を変更しなかったりすると、居住の安定性に疑問を持たれることがあります。そしてあなたの住所要件はパスポート、出入国履歴、住民票、在留カード、賃貸借契約書などから確認されます。住所要件をまとめると、あなたが日本に5年以上継続して住み、そのうち就労系のビザで3年以上日本で働いている実績があること、また住民票を正確に登録していること、そして安定した居住環境も求められます。これらの要件を満たすことによって、帰化申請の重要な基準の一つである住所要件をクリアすることになります。今持っているビザや在留状況によって条件が人それぞれ違います。確認方法もとても複雑です。あなたが帰化申請ができるのかどうか不安な場合は、必要書類や証明書を揃えて、事前に法務局や行政書士に相談することをお勧めします。2つ目の要件は能力要件です。この能力要件は分かりやすく言うと、あなたが日本社会で一人の大人として責任を持って生活していける能力があるかどうかということを確認する条件です。具体的には次の3つのポイントが審査され、年齢が原則として18歳以上で、あなたの母国の法律でも一人前の成人の年齢に達しており、日常生活レベルでの日本語を理解してコミュニケーションが取れるかどうか審査します。まず一つ目のポイントは年齢ですが、具体的には18歳以上であることが基本的なルールです。日本では成人として認められるのが18歳となり、契約を結んだり責任を伴う行動をするには18歳以上であることが求められます。二つ目のポイントは、あなたの母国の法律でもあなたが成人であるという点です。これはあなたの母国の法律でも一人前の大人として自分自身の判断で契約を結んだり、財産管理などの法律行為ができると認められていることを意味します。ほとんどの国では18歳に達すると成人として認められているようですが、インドネシア国籍の方々のように一部の国籍では母国の成人年齢と日本の成人年齢が違う場合があります。
この場合は、母国の法律でも成人年齢にならなければ帰化は認められませんので、注意が必要です。3つ目のポイントが日本語能力です。日本語を理解し、読み書きと会話ができることが審査されます。なぜ日本語能力が求められるのかというと、日本で生活する上で役所での手続き、病院での受診、地域住民とのコミュニケーション、ニュースや情報へのアクセスなど様々な場面で日本語が必要になるからです。日本国民として日常生活に支障なく書き込めるかどうかが重視されています。では、具体的にどのぐらいのレベルが必要なのかというと、目安としては日本の小学校3年生程度の日本語能力と言われています。これはひらがな、カタカナがすべて書けて、基本的な漢字450文字程度が読めるレベルです。そして日常会話が問題なくできて、面接官の質問を理解し、自分の意思を伝えられることが必要です。審査では次のような方法であなたの日本語能力が確認されます。まず、帰化申請の面接では日本語のみでの質疑応答が行われます。ここで面接官の質問を理解し、適切に答えることができるかどうかが試されます。そして筆記試験では簡単な漢字の読み書き、簡単な文章の記述などを行い、これは小学校で習うレベルの文章理解能力があるかを確認しています。ただし、日本語能力要件にも例外や考慮されるケースがあります。日本人と結婚している人の場合、日本語能力は比較的緩やかに見られる傾向がありますが、全く話せない、全く書けないというレベルでは難しいでしょう。また、高齢でこれから日本語を習得するのが難しいと判断される場合は、日本語能力が多少低くても、例えば生計を支える家族がいて、その家族が日本語を話せる場合などは総合的に判断されることがあります。能力要件は、あなたが日本国民として社会の中で自立し、責任ある生活を送っていけるかという視点で審査されるものです。年齢が適切であること、母国でも成人として認められていること、そして何よりも日本で生活していく上で欠かせない日本語でのコミュニケーション能力があること、これらが総合的に判断されます。帰化申請の3つ目の要件は素行要件です。これはあなたのこれまでの行動や態度が日本社会の一員としてふさわしいものであるかどうかを審査するための要件です。日本の法律を守って社会のルールや常識に従い、働き方や日常生活においても誠実に行動していることが求められます。審査のポイントは主に3つあります。1つ目が犯罪歴や違反歴。2つ目が税金や年金、保険料の支払い状況。3つ目が社会生活や日常生活の安定性です。具体的には次のような内容を審査されます。過去に犯罪を犯したり、逮捕されたり、刑罰や罰金刑を受けたことがある場合、厳しく審査される可能性があります。スピード違反や飲酒運転など交通違反を繰り返している場合も同様です。直近の過去5年間で2回以上の違反があるときは要注意です。また、アルバイトのオーバーワークや不法滞在なども厳しく審査されます。住民税、所得税、健康保険料、年金などきちんと支払っていない場合も素行要件に影響する場合があります。納付は法律で義務付けられており、家族や同居者の支払い状況も審査の対象です。家族全体で社会的な義務をしっかり果たしていることが大切です。また、法律違反とまでは言えなくても、社会のルールやマナーを守っていない場合も素行要件に影響する可能性があります。近隣住民とのトラブルや借金トラブルを繰り返していたり、迷惑行為をしているなどが該当します。また、家族との関係は安定しているのかや、収入が安定しているのかなども考慮されます。法務局は様々な方法であなたの素行が善良かどうかを調査します。必要に応じて警察や税務署や関係機関へあなたの情報を紹介するとともに、法務局の担当官との面接であなたの生活状況や考え方などを確認します。もし過去に軽い交通違反が複数回あったり、税金を滞納してしまった時期などがあったとしても、すぐに諦める必要はありません。重要などは反省しているのかどうか、そしてその後は真面目に生活しているかどうかが大切です。
例えば、滞納していた税金をすべて支払い、現在はきちんと納めているなど、改善の努力を示すことができれば、総合的な判断の中で考慮される可能性があります。また、違反などから一定期間が経過していることも有利な要素になります。ただし、注意点として、過去の犯罪歴や交通違反歴は隠さずに正直に申告することが大切です。隠してしまうと審査の途中で発覚して信用を失ってしまう可能性があるので、実情を申告しましょう。そして面接で聞かれる内容は、税金や保険料の納付状況、交通違反や犯罪歴から社会生活上でトラブルがないかどうか、また家族構成の確認、仕事の内容や収入状況などが尋ねられ、素行要件は他の要件と合わせて総合的に判断されます。例えば、住所要件や次に解説する整形要件を十分に満たしていれば、多少の素行上の問題があっても許可が認められる可能性もありますので、素行要件で不安な場合は必ず専門家や行政書士などに相談してみてください。専門家はあなたの状況を詳しく聞き取り、帰化申請が可能かどうか、もし可能ならばどのように説明すればよいか、適切なアドバイスをしてくれます。素行要件を一言で言うと、法律や社会のルールを守り、社会的に問題のない誠実な生活態度を持っているかどうかを問われる要件で、特に誠実な生活歴が重要視されています。また、法律や社会のルールに従った行動をしているかどうかも考慮されます。そして何よりも大切なのは正直かつ誠実に自己申告を行うことです。過去に問題があったとしても、実情を説明し、改善の努力を示すことが良い結果を引き出すためのポイントです。帰化申請の4つ目の要件は、生計要件です。この要件は、あなたや同居している家族の収入や資産によって、これから先も安定した生活を続けることができるかどうかを審査する要件です。生計要件のポイントを3つにまとめると、ポイントの1つ目が生活の安定性継続性、2つ目が世帯の経済状況や資産状況、3つ目が税金、年金、保険の支払い状況となり、具体的には次の内容を審査されます。まず1つ目のポイントは収入の安定性と継続性です。これはあなたが将来にわたって日本で安定して生活を送れるかどうかということを審査官が判断する重要なポイントになるので、単に年収が多いだけでは不十分で、収入が安定して継続的に得られる見込みがあるかどうかという点が重要です。どのような働き方をしているかも大切なポイントになり、アルバイトやパートではなく正社員や契約社員としての雇用形態であること、そして同じ会社で長く働いている実績があること、さらにはあなたが働いている会社の経営が安定していることも評価されます。あなたが個人事業主や会社の経営者であれば、事業が安定してこれからも続けていけるかどうかも詳しく見られます。具体的な年収の目安は、あなたが一人暮らしであれば年間300万円程度が基準になります。家族がいる場合は、家族の人数に応じて必要な収入額も増えます。例えば、夫婦と子供2人の4人家族であれば、年間350万円から450万円程度が目安となります。ただし、これはあくまでも目安で、家族構成や住んでいる地域、生活水準によって必要な金額は変わってきます。では、収入が足りない場合はどうなるのでしょうか？もし、現時点での収入が少し足りないと感じる場合でも、貯金がある場合や親族などの援助を受けている場合などは、それが収入を補うものとして考慮される場合があります。安定した生活を送れるかが重要なので、収入源が複数あっても大丈夫です。大切なのはあなたの生活水準を維持できるだけの安定した収入があることなので、具体的な金額ではなく、収入を得るための手段や安定性、将来への見通しを示すことが重要になります。次に審査される2つ目のポイントは、世帯全体の経済状況や資産状況です。これはあなた一人だけの収入ではなく、ご家族がいらっしゃる場合は家族全体の収入と資産状況も考慮されます。例えば、配偶者にも安定した収入がある場合や一定額の貯金がある場合は、経済的な安定性の証明となります。また、海外の家族への仕送りの有無とその金額も審査の対象となります。過度な仕送りにより日本での生活が圧迫されていないかなど、
収支のバランスを確認されます。資産管理の面では、預貯金の額や不動産の所有状況、投資などの資産も評価の対象です。特に長期にわたって計画的に貯蓄できていることは、経済的な自立と責任ある資産管理の証となります。一方で、借金が多すぎて生活に影響が出ている場合や、支出が常に収入を上回っている場合は、安定した生活ができていないとみなされます。あなたの資産状況を明確に示すことで、経済的に自立し、安定した生活を送っていることを審査官にしっかりと伝えましょう。3つ目の審査のポイントは、税金、年金、保険の適正履行です。納税や社会保険料の支払いをきちんと行っているかといった点で、生計要件も審査の対象となります。そして所得税や住民税の納税証明書は収入を証明する重要な書類であると同時に、日本での義務をきちんと果たしているというあなたの信頼性を示す証拠でもあります。未納がある場合は、帰化申請に悪影響を及ぼす可能性が高いので注意が必要です。また、国民健康保険や厚生年金、国民年金などの社会保険料の支払い状況も適切に行っているのかを確認されます。生計要件の本質は、あなたが帰化後も日本で安心して安定した生活を続けていけるという根拠を示すことが大切です。審査では単にあなたの収入の金額だけを見るのではなく、あなたの毎月の家賃や食費などの支出の状況、家族の構成、そして将来的に収入がどのように推移していくのかなど、幅広い視点から総合的に判断されます。そのため、準備を進める際には、あなたの収入状況などをしっかり整理していくことが大切です。帰化申請の5つ目の要件は、重国籍防止要件です。この要件は一言でまとめると、日本に帰化して日本国籍となった場合、元の国の国籍を同時に持ち続けることができないという大切な要件です。日本では原則として2つ以上の国籍を持つことができません。なぜこのようなルールがあるのかというと、法律の規定によるもので、日本では二重国籍を認めていないからです。あなたが日本の国民になるということは、これから日本国家と法律的に結びつくことになりますので、日本の国籍を取得するときには、原則として元の国の国籍は離脱する必要があります。また、元の国籍を離脱するタイミングですが、原則として帰化の許可が下りた後に行うことになりますので、帰化申請をするときにすでに元の国籍を離脱している必要はありません。そして国籍を離脱するときの手続きですが、母国によって手続きの内容や期間が異なります。必要になる書類など、事前に大使館や領事館に確認しておくと良いでしょう。可能な限り早めに手続きを開始し、離脱証明の取得を目指すことが重要です。帰化後に行う手続きや母国の国籍離脱は次のように行います。まず、帰化が許可されたら法務局から帰化の許可証を受け取り、1ヶ月以内に本籍地の市区町村役場に帰化届を提出します。また、このタイミングで在留カードや特別永住者証明書を出入国在留管理局に返納します。そして元の国籍を離脱するために日本にある母国の大使館や領事館に出向いて手続きを行います。手続き内容や必要になる書類は国によって違いますが、元の国籍証明書や国籍謄本、住民票や写真などが必要になります。国によっては承認されるまでに数ヶ月以上かかることもありますが、母国側で国籍の離脱が承認されると証明書が交付されます。そして、この国籍離脱をする手続きは、帰化申請とは別の手続きとなりますが、必ず行う義務があり、この手続きが完了したところで帰化者としての状態が整います。その他、運転免許証、健康保険証や年金、銀行口座、マイナンバーカードなど、生活に関わる様々な名義変更や記載情報の変更も忘れずに行いましょう。重国籍防止要件とは、日本の国籍取得と同時に、他の国の国籍を保持していないことを証明する要件です。そして、あなたが日本の国民として日本の社会にしっかりと溶け込む意思があるかを確認するものでもあります。この点をおろそかにすると、帰化申請が認められなかったり、後の手続きに不都合が生じることがあるため注意が必要です。
帰化申請の6つ目の要件は思想要件です。この要件はあなたの人格や価値観、そして日本社会に適応できるかどうかを判断するための基準で、日本国憲法や政府を暴力的に破壊しようとする考えや団体に関与していないかの確認を行います。これは単に法律を守るだけではなく、日本の社会の一員としてふさわしい考え方や態度を持っているのかや、日本のルールを尊重し平和に暮らしていけるかどうかを見極める大切な要件で、日本の平和や安全を脅かすような思想を持っている場合は帰化が難しくなることがあります。具体的には次のような点が審査されます。まず最初のポイントは日本国憲法を否定するような思想を持っていないかどうかです。日本国憲法は日本の基本的な法律ですので、この憲法を否定するような思想を持っている場合は帰化が認められません。次に、暴力的な活動を肯定する思想を持っていないかどうかです。暴力団や反社会的団体との関係がなく、反社会的な思想や態度を持っていないことが求められます。また、テロ活動を支持したり、テロ組織に関与したりするような思想を持っている場合も帰化が認められません。そして、あなただけでなく同居家族や親しい関係者の思想、活動も総合的に調査されることがあります。もし過去にこのような団体などに関わりを持っていた場合は、今は無関係であることを示す必要があります。では、あなたの思想をどうやって審査するのかをお話しすると、例えば、法務局の担当官との面接であなたの考え方や価値観などを確認します。また、提出書類の内容からあなたの思想を判断することもありますし、必要に応じて関係機関に紹介して、あなたの思想に関する情報を収集することがあります。そして、公開されている SNS などの情報からあなたの思想を判断することもあるので、情報発信には注意を払う必要があります。ただし、誤解されやすいこととして、日本の歴史や文化をすべて肯定しなければならないわけではありません。日本の歴史や文化について批判的な意見を持つことも思想信条の自由として認められていますし、政府の方針に常に賛成しなければならないというわけではありません。政府に対して批判的な意見を持つことも表現の自由として認められています。また、特定の政治的立場や宗教的信条を持っていること自体は帰化の妨げにはなりません。大切なのは暴力的な手段や過激な思想を持つ団体とは関わらないことです。日本社会の一員として良識を持って行動すれば、あなたが日本社会にふさわしい資質を持っていることを示せるので、教養権については過度に心配する必要はないでしょう。帰化申請の最後の要件は日本語能力についてです。自分はどのぐらい日本語ができればいいんだろうと不安に感じている人もいるかもしれませんので、必要な日本語のレベルについて具体的に解説していきます。まず、日本語能力要件とは何かというと、日本の小学校3年生程度のレベルが目安で、あなたが日本国民として日常生活や社会生活を送る上で、日本語でのコミュニケーションに支障がないかということを確認するものです。なぜ日本語能力が必要なのかというと、日本で暮らす上でお店での買い物、役所での手続き、仕事、学校への連絡、近所の人たちとの交流、病院での受診、そして災害時など様々な場面で日本語が必要になるからで、日本社会の一員として円滑に暮らしていくためには、ある程度の日本語の理解が不可欠だと考えられています。また、どのぐらいの日本語能力が求められるのかというと、一般的な目安は日本の小学校3年生程度の日本語能力と言われています。これは具体的にどういうことかというと、日本語を読む力ではひらがな、カタカナがすべて読めること、さらに小学校で習う450文字程度の基本的な漢字が読めることです。簡単な新聞の記事や役所からのお知らせ、公共施設の案内などが辞書を使えばおおよそ理解できるレベルでもあります。日本語を書く力はひらがな、カタカナがすべて書けること、自分の名前、住所、簡単な単語が漢字で書けること、実際に法務局で申請するときに年号の令和などを漢字で書かされることもあります。簡単な手紙や申請書、アンケートなどに自分の名前や連絡先、必要な情報を書き込むことができるように練習しておくと良いでしょう。日本語を聞く力では日常会話が問題なく理解できることが必要です。
ニュースの簡単な部分や天気予報、公共のアナウンスなどが理解できて、面接官の質問を正確に聞き取りができるレベルが求められます。会話力は自分の意見や考えを簡単な言葉で伝えることができるようにしましょう。面接官の質問に対し自分の言葉で適切に答えられること、そして日常的な場面では相手とスムーズに会話のキャッチボールができることが必要です。日本語能力検定の JLPT で言えば N3 レベル程度が一つの目安になります。ただし、帰化申請では実際にコミュニケーションが取れるかどうかという実践的な能力が重視されていますので、JLPT の資格がなければ帰化ができないということではありません。では、あなたの日本語能力はどのように確認されるのかを解説します。まず、最も重要なのが面接です。法務局の担当官との面接はすべて日本語で行われます。担当官はあなたが質問を理解し、自分の言葉で適切に答えているのかどうか、会話のキャッチボールがスムーズにできているのかどうかを確認します。面接でよく聞かれる内容は、なぜ日本国籍になりたいのかという動機の説明や、あなたの出身国や家族構成、家族の生年月日などの基本情報を、日本に来てからのこれまでの在留歴や職歴、今の仕事の内容や収入と支出の状況、交通違反や納税状況も聞かれます。また、日本での生活についてやニュース、趣味や興味のあることについて聞かれることもあり、ここであなたの総合的な日本語能力が試されます。質問には正直に提出した書類の内容と矛盾しないように答えることが重要です。そして日本語の読み書きをする筆記試験もあります。申請する法務局によって内容がやや違いますが、簡単な日本語の読み書きのテストが行われることがあります。例えば、短い文章を読んで質問に答える問題や、ひらがなを読んでカタカナに書き換える問題や、ひらがなを漢字に書き換える問題、簡単な漢字を読んで反対の意味の漢字や言葉を書く問題や、文章とイラストを見て質問に答える問題、仕事や家族や生活について簡単な作文を書くなどといった内容です。これは小学校の国語のテストのようなイメージで、テストの時間は10分から15分程度ですが、日本の小中学校を卒業している人や、日本語能力試験の JLPT の N2 以上に合格している人は、筆記試験は免除されることが多いです。そして提出書類を確認するときも、日本語の会話能力をチェックされています。履歴書や同期書など提出する書類が日本語で正しく記述されていることも見られています。また、専門家に書いてもらった書類がある場合でも、内容を理解し、面接でその内容について日本語で説明できるように準備しておくことも重要です。この日本語能力は難しい言葉を使う必要はありません。正確でわかりやすい日本語で自分の考えを伝えることが大切です。日本語に自信がない場合は、事前に面接の練習をしていくことをお勧めします。ここからは帰化申請に必要な書類を解説します。必要な書類は申請者の状況や職業によって異なりますが、基本的には日本で取り寄せる書類、母国から取り寄せる書類、作成する書類が必要になります。まず、日本で取り寄せる書類は、世帯全員分の住民票、収入を証明する書類として、源泉徴収票や給与証明書、自営業の人は確定申告書など、納税状況を証明する書類として、住民税の課税証明書と納税証明書など、また大使館からは国籍証明書を取得します。また母国から取得する書類は、出生証明書、婚姻証明書、親族関係を示す証明書などで、日本語の翻訳文も準備します。その他、パスポート、在留カード、健康保険証、賃貸借契約書、運転免許証、銀行の預貯金通帳や卒業した学校の卒業証明書、資格取得の合格証書などは原本とコピーを準備します。これらの他に申請する人の状況や申請する法務局、出身国によって母国の ID カード、給与明細や年金に関する書類、運転記録証明書、スナップ写真などが必要になることがあります。自分で作成する書類は、申請書、親族の概要を記載した書類、履歴書、帰化の同期書、真実書、
生計の概要を記載した書類、事業の概要を記載した書類などがあります。これらの書類はすべて原本一部とそのコピー一部の合計2部を用意します。原本を提出できないものはコピーを2部用意して申請するときに原本も持参し照合を受けます。提出漏れや不備があると審査の遅延や不許可になることもあるので気をつけましょう。また、出身国や申請者の状況、家族構成、申請する法務局によって必要になる書類が違いますので、必ず詳細を確認してから申請をしてください。私たちは帰化申請をスムーズに進めるために、申請するときの条件の確認や、準備しなければならない必要書類のリストアップ、さらには提出する書類の作成などをトータルサポートしていますので、この動画の説明欄にある私の公式 LINE のリンクからお友達に登録していただき、お気軽にご相談ください。今回は帰化申請に必要な7つの重要な要件について解説しました。1つ目の要件は、引き続き5年以上日本に住所があることを確認する住所要件。2つ目が、成年に達しており、法律行為を行う能力があることを確認するのが能力要件でした。3つ目の素行要件は、犯罪歴がなく、税金を適切に納め、社会に迷惑をかける行為をしていないことなどを審査する要件で、次の4つ目は、あなたや家族が日本で生活していくのに十分な収入や資産があるかどうかを確認する生計要件でした。5つ目の重国籍防止要件は、日本国籍を取得するためには元の国籍を喪失することが求められる要件で、6つ目は日本の憲法や政府を暴力で破壊しようとする思想や組織に関与していないかどうかを確認する思想要件です。最後の要件が小学校3年生レベルの日本語で会話や読み書きができるかどうかを面接や筆記試験で判断されるのが日本語能力要件となり、帰化申請の重要な7つの要件を詳しく解説しました。そして申請するときに準備する基本的な必要書類は、日本で取り寄せる書類と母国から取り寄せる書類のほか、自分で作成する書類について解説しましたが、申請者の状況や家族構成、出身の国や申請する法務局によって必要書類が異なりますので、必ず申請する前に詳細を確認してください。帰化申請は複雑で時間がかかりますが、一つ一つ丁寧に準備を進めることで必ず道は開けます。新しい国籍を取得することは新しい人生の出発点でもあります。あなたの帰化申請が成功して日本での新しい生活がさらに充実したものになることを心より願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。